でシャインマスカットももう満開が結構ね過ぎてる。もうこれジベレリンやってる。ここまでみやびで、ここからがうちの夏4。はい、それではメロン農家通信始めていきます。今日は5月23日曇りです。ここ数日雨が続いています。そしてまたヤギのところからヤックル、ようちゃん今日は起きてますね。いつも昼間寝てんのに。そしてブドウが大きくなってきたんだけど、これは長野パープルで、先っぽのところをヤギにいたずらされたんでまた網を追加しました。で不思議なというか多分唾液が出てるであろう、ちょっとあれっぽくないんですね。軸もちょっと赤いし、これもちょっといたずらされたんで防御してますヤギに。でこれが BK シードです。どんどん毎週毎週上に進んでいく、いいことです。はい。で今週はいろいろ順調で田植えも終わりました。ほら帽子夏仕様に変わりました。もうどっかの動画では、うちの動画何かの動画では変わってたんで。はい。そしてこの部屋ね、次のほやほや、粉じらめがいる。いいメロン。いいよ。粉じらめちょっと多いな。何か予防やるか。まだあと1週間あるからな。何かちょっと粉じらめ殺し何かやらないといいかな。そしてこれそら豆、最後の分ですね。あと見てみましょう。もう最後、もう何回食った？ 3 回食ったかな。そら豆美味しかった。酒も進む。で今これを収穫中で、半分ぐらい収穫終わってます。今週もたくさんのコメントありがとうございました。すごく嬉しいです。まあ田植えもなんとか終わったんで、家がちょっと回ってなかったというか、作業がいろいろ回ってなくて、シャインマスカットもちょっと花切りも遅れて、ストレプトマイシンももう実はもうやったんですけど、でもうだからやっぱりちょっと遅れ目にいろんな作業がなってます。そうだ。でここね、育苗室、嫁入りしてきたジャックルーツがちょっとずつ成長して新しい葉っぱがどんどん出てきたから、うちの環境に慣れてくれるとねいいんですけど、他は特にないですね。柑橘クガニーとシークワーサーは順調なんで、大きくなったら誰か嫁入りいる人いるかな。そのうち募集してみますか。奥田くんとうちの分でまだ余るから。はい。でこれが岡山から来たメロン。これが夏一。これ後輩うまくいってないですね。でも一応つけときます。普通につけとくとこれ夏一ってやつ。この黒いポチポチはアザミウマ。だいぶ退治したんで、これが夏一ってやつですね。でこれが岡山の夏4。岡山から来た夏4。でここが全然違うな。ここはもう、これはみやびです。みやび夏。ちょっと固めね。緩めていきます。しっかりと硬い。ここまでみやびで、ここからがうちの夏4。イヤホンちょっと上げてるんですけど、あまり上げすぎると今度伸びすぎちゃうといけないんで、まあでもちょっと天気が復活したらまたアークランドもう一発ちょっと入れて、でも緩んできそうだ。玉の膨らみもすごく順調で、
これがうちのメロンです。なんだうちのやついいな。はい。でどんどんコメント返ししていきますか。そうだ、千匹屋 F6 もやってんだな。千匹屋 F6 は動画で見てください。ちょこちょこ出していきますんで。次は後輩の支度、女優の動画あげます。女優の動画はあさってだな。明日はシャインマスカットあげたいんで、今日はこれをやって、で今日は摘心していきます。もうね間に合ってないぐらい上がかなり伸びてるんで摘心しないといけない。でも動画撮りたいからちょっとやってなかったんですけどやります。摘心してすぐ次の日に摘果で、シャインマスカットももう満開が結構ね過ぎてる。もうこれジベレリンやってる。ほらちょっと大きめの房だけどジベレリンやってます。ここいらうまくねえな。ここいらちょっと加水成形うまくやらないと。ほらで早いやつこんなだもん。だいたいジベレリンやこういうのがまだやってない。ここはまだ咲いてないからね。赤くなってるやつは全部やってて、これはちょっと房でけえな。これ落とす。あまりにも房がでかすぎるやつはちょっと小さくしていくよ。このでかい。やっぱり 1週間経っちゃうとちょっと塩梅忘れちゃいますな。まあこれは詳しくは単発の動画というかシャインマスカットの動画で見てください。詳しくやりますんで。意外とまあなんとか遅れてるけどうまくいってるとは思う。花ぶるいもまだしてないから、花ぶるいってポロポロポロって満開後にどんどん実が減っていくですね。フルメット、まあそれも説明するわ。ジベレリンにフルメット混ぜるとフルメットが効いてくれて実が離れづらくなって、その代わりちょっと皮が硬くなったりとかっていうこともあるんで、まあ何事にもいい面もと悪い面が全部が順調に来て、こっちはこっちで高みです。本かけがやっと終わった。あとは誘引。さあそれではコメント、今週もたくさんのコメントありがとうございました。コメント返ししていこうと思います。すべて表示。いろいろ Google さんの AI に見てみたんだけど、動画ごとのコメント表示ってなんかできないらしい。注目度が高いとかあとはその時期のあれはできるんだけど、はい行きます。先週のメロン農家通信でイピカワイピスさん、森田さんの言う通り2節ほど花飛びしましたが、その後はちゃんと野号出てきました。やはりプロの方は情報量が多いですね。まだ育成状況を報告させていただきます。ありがとうございます。イピカワイピスさんはしっかりした活着後にしっかりした樹勢もしっかりした木だったんで、もうだいぶ大きくなってきてるかな、頃から比べれば。はい、そしてこれ少しずつ大きくなってきたバナナで、ここいらねちょっとね整理したんで、またその動画撮ってあるんで、なんでやったかっていうと、まあいろいろ理由があってちょっとやったんで動画でまた説明します。でそら豆さっき撮ったやつ終わり。これで終わり。ここにも1個ある。でももう黒くなっちゃってる。雨食らってどうだ。ギリギリこいつが出てきてるから、もうお歯黒にもなってしっかりギリギリですな。あれも大きくなってきた。サトウキビはどうやら
千葉県には在来種があるらしくて、うちの近くにも在来種が生えてんじゃねえのかっていうやつが農業事務所の人から教わったんですよ。今度探しに行って在来種が見つかったらちょっと在来種をも一緒に育ててみようかなっていう計画中。千葉県の在来種でもね、なんか千葉県の在来種ってあまり糖分が砂糖を取れる量が少ないらしい。だから商業栽培には向いてない。だけどサトウキビはサトウキビなので甘いは甘いらしいな。なんか甘さ控えめというか、糖分が今の多分サトウキビはいっぱい砂糖が黒糖ができるように取れるように多分品種改良されてるんでしょうね。在来種ってもうあるがままのやつなんで、多分僕のお父さんとかおばさんが食べてたのはその在来種だったんじゃないのかな。わからんが今となっては。はい、ではコメントインドネシアのファイヤーファイターさん、毎週ありがとうございます。こんなに大きなメロンにはどんな肥料や栄養素を与えればいいのでしょうか。有機肥料ですよ。100% 有機肥料。じゃあ僕の入れてる肥料の動画あるんで、貼っときます。で、そうだ、インドネシアなんだよな、ファイヤーファイターさん。そういえばさ、インドネシアのあれが日本で今流行ってんじゃないですか。今というかもうちょっと前からパチュジャルールっていうあれのなんだ、男の子がボートの先っぽでボート競争みたいなのの先っぽでこう踊るやつ、ちょっと踊ってみっか。いくぜ。せーの。雨になって何分か後に行く、雨になって何分か後の自分、みたいな、こんな歌知ってますか？こんな歌初めてやってみたっていう、違う、娘にやって教えてもらってちょっと練習したんですが全然できなかったです。田植え機の方が簡単だな。もし知ってたらコメントで教えてください。ファイヤーファイターさん、パチュジャルールっていうボート競争、結構日本で今ミームになって流行ってる。結構聞く。よろしくお願いします。ファイヤースターさん、ファイヤーファイターさん。ロジメロンの後輩のタイミング、純一さん、奥様とお子様も栽培作業は一緒にされるんですか？子供はほとんどやらないですね。せがれが帰ってきたらちょっと手伝ってくれるかもしれないけど、あとあれだな、女房は妻はずっと一緒にやってます。まあでもお家のことね、買い物とかなんかいろいろ、今も買い物行ってんじゃないかな。買い物とかいろいろあるんで、だいたい一緒にやってくれます。で、あと娘が一人ヤギ使いやってくれてるんで、ヤギの餌取りに行ったりとか、あとはヤギの放牧に行ったりとか、そんな感じです。先週の動画で、先週のメロン通信で、こんにちは。最近昼間ハウスの最高温度43度、地温は33度、屋根に日よけシート貼りました。まだ梅雨にもなってないのに。そうですね。換気がしっかりできてれば43度とか33度とかぐらいじゃまだ大丈夫ですよ。まだ日よけシートをやったんだとしたら、こう天気が悪くなってきたらまた外してあげたりとか、梅雨になったら外してあげる。で、梅雨明けにならもう日よけした方がいいかもしれないですね。鶴吉やっくん、コメントありがとうございます。本田さん、こんばんは。東海市の本田です。動画楽しみにしてます。ありがとうございます。名倉美人さん、森田さん、こんばんは。自分は家庭菜園なのでお米はしていませんが、忙しいのは一緒ですね。ナスやキュウリやピーナッツまでしなくちゃいけない。じゃがいももそろそろ試し掘り
それもメロンもシャインも巨峰もとてもスイカまでは手が出ません。スイカやってなくてもみーちんさんはいろんなもんやってるからね。果樹がかなり多いしね。果樹本当にブドウとか桃とかもみんなそうだけど、春になると一気に作業をしなきゃいけないから大変ですよね。またファイヤーファイターさん。線引きは F6 の13センチ目がいいっていう動画。ファイヤーファイターさん、メロン好きの皆さんもっと近づいてください。ありがとうございます。宣伝してくれて。本当もっと、ちょっと10万人この間突破した仲間のというか、同じ千葉県の YouTube やってる子たちがいるんですけど、その子たちに聞いたら、メロンの動画はどうしても伸びないって言ってましたね。確かに、うちもやっと少しずつ見てくれる人が増えてきて、井戸掘りとか稲刈りとか田植えとか、それこそそういうのは順調に伸びるんだけど、あとスイカも意外と伸びるんですわ。メロン栽培はずっと伸びなかったけど、地味に数百の見てくれる人たちが続けているんで、それを頼りにというか、それが嬉しくてずっと続けてきたら、最近は上げるたびに1000近くまで回るようになったんで、かなり嬉しいことです。ファイヤーファイターさん、インドネシアにもちょっと宣伝してください。翻訳全部つけてるんで。ありがとうございます。取り任し。さっきの動画のパチュジャルールのやつもまたコメントで教えてくれると嬉しいです。もう一個ある。ファイヤーファイターさん。シャインマスカット。これが私が待ち望んでいた動画です。輝くマスカットブドウの摘果作業。摘果っていうより、穂だね。房。ちょっと難しいか。摘果です。ファイヤーファイターさんは、ブドウが、シャインマスカットが結構好きで見てくれてんだね。これからまだ作業がどんどん、来週には、ストレプトマイシンっていう種抜きの作業、その理由と、で、さらに種抜くためにジベレリン、肥大化も目指しながらジベレリン、その後は、さらにまた、摘粒って言って粒を抜いてきれいな房に育てるっていう作業がこれからまだしばらく続きます。袋掛けからで予防もやらなきゃいけないし、いろんな作業をブドウのやつも作っていくんで、ぜひ見続けてください。取り任し。釣り吉やっくん、13節目の後輩自宅の F6 の動画。釣り吉やっくん、ようやくビセンスの後輩となりましたが、思っていたより遅れたので、まだまだ土壌や肥料の改善が課題となりました。種ごとに定食を遅らせて収穫時期がずれるのを理想にしています。無加温とかであれば温度設定とかがそんなにずれないんでいいと思います。そうだね、一気に食えないからね、こうずらしてやるのもはいいんだけど、冠水チューブとかでもしやってるんだとしたら、水かけだけはちょっとタイミングがずれると必要な時期がずれる。切ってあげたい時期と増やしたい時期とっていうのが多分そのステージによって、メロンのステージによって変わってくるんで、水だけがちょっと自由にできるようになればかなり安定して作れるんじゃないかなっては思いますけど。コメントありがとうございます。シャインマスカットの動画で、本田さん、森田農園さん、こんばんは。うちの近くでシャインマスカットがありますが、だいぶ葉っぱが出てきています。家庭菜園するのも楽しいですね。本田さんは愛知の人だったかな。愛知も多分うちと同じぐらいになってきてるでしょうね。もう今頃ジベレリンの真っ最中ですよ。忙しいと思いますよ。コメントありがとうございます。シャインマスカットの動画、花切りの動画で、長山みちんさん、森田さん、こんばんは。自分のところの巨峰はもうすぐ満開ですが、社員はまだまだです。みーちんさんは確か岐阜だったか。岐阜でも山とかもあるからね。というところなんだろうね。どっちかっつったら、千葉のこの房総っていう方は意外とあったかい方なんで、岐阜の方が遅いかな。はい。さらに名古屋みちんさん。F6 の
交配前の自宅の動画で、森田さんこんばんは。ベルダの交配を17日からしています。最近天気がいいので着火も順調です。しかし苗の時にストレスがあったようで時々花芽が欠損しています。花飛び春はね、こう続けて、さっきのエピカイピスさんもそうだけど、続けて花芽が飛ぶ、上まで飛ぶってことはないんだけど、ポチョポチョ飛ぶ時はありますね。うちもここの部屋意外と意外とというか、ポツポツと1節目で2節目は雄花になって3節目があるみたいなやつがありますよ。それこそこれF6 の部屋です。あります。春はね、樹勢がどうしても乗ってくるんで、やっぱり生殖成長に傾けきれないからたまにっていう時はありますな。でもそういうやつだと木がしっかりしていくから順調にいいメロになっていくと思いますよ。緩めるのが大変になるかもしれないけど、多分しっかりした木なんでしょう。コメントありがとうございます。シャインマスカットの動画で、新人さん、ペマダンアンガーさん。これどこの人だ？ペマダンアンガーさん。シャハバッサラ。この方もインドネシアの方かな。多分外国の方だと思うんですけど、絵文字たくさんありがとうございます。どっかの国の言葉でそのまま書いてもらってもちゃんとに翻訳できるんで、ぜひ何か言葉でください。もしインドネシアの方だったら取りまかしありがとうございます。パックリ割れたベロッサがちょっとパックリ割れた動画で、森田農園さんびっくりしました。本田さん早いっすか？まあっすよ。であとはそれにメロンのトンカケの動画で純一さん、アジデスロング T シャツのサイズはいくつですか？サイズは僕は S か M です。アジデスは一番上の娘にもらいました。もうだいぶくたびれてきてんだけど、もらったもんだからね、大切に着てますが、もう春になったんでT シャツとロング T シャツと T シャツで今はいます。白柿の動画でミネコやんばるさん、誤解ですね。BGM がとてもいいです。ありがとうございます。そうこの白柿の動画の音楽は YouTube のYouTube スタジオってあるんだけど、それのところにこの音楽使ってもいいですよみたいなところがあって、僕の最後のエンディングのところのありがとうございましたっつってビックリマンの僕のイラストが入ってる最後のエピローグの動画の音楽です。あれちょっと気に入ってて、何百曲ってあるから聴ききれないんですよ。で秋彦さん、うちはまだ開花始めと開花してないものもたくさんあります。3日前なのでもうちょっとしてからかな。でももうあれですね、ストレプトマイシンはもうやった方がいいかもしれないですね。水圧の井戸掘りのショート動画、8メートル一気に掘る動画で藤圭さん、藤圭さん、熊本にも来てほしい。熊本にも行きたいな。九州はね、友達がね別府にいるんですけど、別府の友達がそれこそ変面師の仲間が結構広大な土地持ってて、そこに掘ってくれないかって言って一回ちょっと考えてるんですよ。千葉か横浜からフェリーで九州行って井戸掘りツアー行ってこようかなと思って。そしたら熊本も行けなくはないっすな。はい、またコメントください。ありがとうございます。見ていただいてありがとう。シャインマスカットの花切れの動画、釣り吉やっくん、ようやく本日ピオーネ39房適量終わりました。花切りですね。3、40粒にしています。次はジベレリンとフルメット液を漬け込む予定。こっちも花が咲くのが早くて焦りました。次はスイカとメロンの受粉に忙しい時期となりました。すげえ、釣り吉やっくん大体僕と同じのやってる。バナナやってんのかな。でも
ピオーネはいいのか。ピオーネは別に大丈夫か。シャインマスカットはジベレリンだけだと種が抜けきれないことが結構あるので、やっぱりストレプトマイシン、アグレプトやらないといけないんですよね。満開前に、満開までに。満開初期も2週間前にやった方がいいって言ってたんだけど、白柿とか田植えで今年はちょっと遅くなっちゃったんで、まあやったから大丈夫だと思うんですけどね。はい、次。千匹山 F6 の後輩前の揃える。イピカイフさん。早いのではもう着火5日目になりました。おお、遅い方は21日から後輩になりそうです。今日は23日だからもう2日前に後輩になってるな。後輩揃えるのもそうなんですけど、木の成長を揃えるのも難しいものですね。プロの技術はそうです。結局揃えるのは定植の時の苗の状態を大体揃えるのと、そこからは水の塩梅と温度はまあ同じハウスの中にいれば大体揃うから、あとは水ですね。水がかかりすぎかからない、それでだいぶ成長が変わってくるんで、それで揃えますね。プロの技術、あまりプロって言われるほどではないんですけど、僕はただ回数いっぱい作ってるだけで。でもありがとうございます。嬉しいです。もうまた写真でLINE で送ってくださいよ。みんなにも見てもらったら絶対楽しいと思うんでお願いいたします。ステップラダーさん。秘密主義のメロン農家さんが多い中、いつも勉強させていただき感謝しております。うちはキータンというメロン、ウリの定食直後の株元をダンゴムシに食われてしまいました。そっか。まずダンゴムシはそうなんだよね。あれか。巣を薄めてシュッシュってやってやるとだいぶ違うらしいですよ。うちはもう蒸気消毒やってるからあれなんだけど、ダンゴムシに苦労してる人に聞いた時に、マルチの隙間からこう上穴にマルチの隙間からと上穴のこの穴からこうゾロゾロ出てくる場合があるんで、穴ごと全部植えた砂で埋めちゃう。出てこれないように。で夏はそれがすごく有効で、地温が温まってこう株元のこのマルチの穴から熱い空気がふわって出てくるのが予防できるんで、あそこは植えたあれで蓋しちゃった方がいいです。それこそダンゴムシ予防にもなるし、今度やってみてください。それとあれか、秘密主義のメロン農家すっげえ多いです。本当に僕の師匠はもう師匠なんで、何にも隠すことなく全部教えてくれた人なんで、本当にその時期の日本一と呼ばれる人だったんで、東京の大田市場ですけど全部教えてくれましたね。なので僕も教える子たちにも何の隠すこともなく全部教えてるし、なんだったらそうだね、 YouTube でも別に隠すことはないな。なんか必要なことがあったら言ってください。動画にするなりコメントでこうやって答えるなりできるんで、ぜひまたコメントいただければ嬉しいです。コメントはありがとうございます。嬉しいね。ダンゴムシ、巣を薄めてシュッシュってやったりいいですね。またコメントください。ありがとうございます。また4種類のロジメロンの動画にパマダンアンガーさんがまた絵文字くれてます。これ多分インドネシアの人だ。ファイヤーファイターさんと同じ絵文字送ってきてくれてる。取りまかし2人ともありがとうございます。昨日あげた田植えの動画、本田さんお疲れ様です。ありがとうございます。佐久間入江さん、これは1時間前のコメントありがとうございます。嬉しい。固定コメント入れてあるんで、皆さんどうやって植えてありますかとかっていうやつで
でわざと言いますが、なるべくバックしないようにするので、どんつき植えはしないですね。確かにぬかる田んぼでこうまっすぐ進んでいって、で苗を積んだりして、でこうやってバックした時に、ぬかる田んぼだと前がこうやってだんだん沈んでって、それでもう脱出できなくなる。なので常に前に回転できるようにしとかないと、ぬかる田んぼ危ないってことですね。合ってる。あとは田植え機をガソリンモデル、前の苗台に苗なし、後ろは1列につき苗箱1枚分までしか載せない。製品機、苗箱処理除草剤の装置はつけないようにしてます。とにかく軽くするのもいいですね。軽くすればぬかった時もね、なんとかして出ちゃうしね。うちのやつは重装備ですよ。うちのやつは全部ついてます。肥料もついてるし、箱材もついてるし、あとは除草剤も何もかもついてるフル装備なんで、かなり重いです。で補助車輪も外車輪でつけてあって、なのでどっちかっていうと、うちの田植え機だと前がこう上がっちゃう、後ろが強いんで前が上がっちゃうことが多いんで、うちの場合はなるべく苗乗せたり、ぬかるとこ行く時には、あとは前に肥料を乗っけたりして、さらに前のウエイトをつけていくって感じですね。後ろの方がダブル車輪でこうぐるぐるぐるって効いてきて、前がこうやって上がる感じでいっちゃうんですよ。そんな感じで、だからパワーで押し切るみたいな感じです。ガソリンモデルじゃなくてディーゼルだしね、うちのやつは。でもありがとうございます。そういうコメント超嬉しいです。またコメントください。ありがとうございます。佐久間さん。次はね、本当にぬからしたっていう、最後の最後にぬからしたっていう動画もあるんで、その時もまたコメントいただければ。でしかも僕そう簡単にぬからせないんだけど、完璧に前に行ってる時にスポンって落ちたからね、もうどうしようもないです。それはありがとうございます。で今週のコメントラスト、名古屋ミーチンさん、森田さんこんばんは。トンネルだと、半立体は難しいですね。いやそんなことない。トンネルだったらこうトンネルからどうせ先っぽは出てきちゃうから、その出てきた分を支柱かなんかでこうを刺して、でそこにからげるなり結ぶなりしてこう立ち上げて誘引させると、樹勢の落ちも最後までちゃんとに持つようになるし、虫とかもどっちかって言ったら薬とかでも効きやすくなって、風通しも良くなって病気になりづらくなるし、あとあれですね、雨とかが降っても地面にくっついてるとこう濡れてなかなか乾かなかったりするんですけど、こう立ち上げとけば葉っぱの雫とかが落ちてくれて、いいですよ。そうやってやってる人、うちの方でも路地やってる人はトンネルから出てきた部分をこう立ち上げて、でメロンはトンネルの中にならせておく、メロンは濡らさないみたいな感じでやってる人います。なのでできると思うんで、それこそトンネルが超でかくて先っぽまで全部入っちゃってるようなトンネルだとちょっと難しいかもしれないですけど、で立ち上げておいた方が多分美味しくなると思う。美味しくなるし、樹勢の持ちも最後まで残ってくれると思うんだよね。コメントありがとうございます。またコメントください。そしてそうだ、最後にまた埼玉のメロン種配りおじさんの種が成長してきたようなので、1本乗っけます。どうぞ。おはようございます。今日は5月15日金曜日。今7時40、もうちょっとで8時になるな。50分ぐらいだ。今7時50分ぐらい。5月10日に植え付けしたベルダ夏。こんな感じで、もうこの脇芽取らなくちゃな。脇芽を取らなくちゃ。これは1本仕立てでします。2本仕立てにしません。なんでかっていうと、畝幅が狭すぎて、ちょっとあれですね、1本じゃないと育てられなそうってことで、10節のこの芽を取っていっ
て、12節ぐらいからつけ始めるような感じで考えています。活着したので生産します。5日間で今これ定着が5月10日、定食で、今日15日5日間こんな感じになってます。こんな感じでまた育ったみたいで、水切りを始めたようで、もうでもちょっと1週間遅れだったりするんだよな。次はもう水切った後の動画も実は来てるんで、それは来週その動画はまた報告したいと思います。種配りおじさんまだやってます。今から種まけばお盆とかお盆過ぎぐらいになるかな。8月半ばから末ぐらいになると思うんで、ちょうどもう成果系のメロンが一番いいぐらいの時期かな。封筒に自分の僕のところに LINE を送ってくれて、でその LINE で僕の住所を送るんで、その LINE に封筒中に封筒返す用の切手を貼った自分の住所を書いた封筒を入れてくれて、僕のところに送ってくれたら、そこに何粒か種を入れて送り直すんで、種配りおじさん絶賛継続中なので、もしチャレンジャーがいたら、また LINE ください。概要欄に LINE は載っかってるんでお願いいたします。はい、そんな感じで今週は田植えが終わったんで、本当に本業頑張っていきます。シャインマスカット、あとは4種類のメロンの皿を敷く、そして今の収穫、マスクメロンの植え付け、あとは F6 がどんどん進んでいってるんで、 F6 がもう多分玉釣りとかまで行っちゃうんで、それと最近ちょっとポツポツとうどん粉が出てきたんで、予防とかを怠らないように変化をちゃんと見つけて早期に対処する、そんな感じですね。来週になって少しでも落ち着いていったら嬉しいです。はい、また今週も森田農園の動画絶賛見てください。今週もありがとうございました。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録をいただけるともっと嬉しいです。ありがとうございました。以上。